現場ボーン。目標だったビーバー1000匹を達成したけど大飢饉とかやらかしちゃった我が町。さらなる発展を目指し、とりあえず町を安定化させましょ。山城の用水路の排水ミス取った。しょっぱなからやらかしてんじゃねえよ。てか前回も水没してたところだな。まあそのうち直しましょ。おい。とりあえず排水溝を広げて対処。でも城内の適当設計が原因なので、細かいところは別途対処しますです。安定の適当建設。土下寝で謝罪いたします。最上級の謝罪。山城裏の町は難民がいっぱいなので、グリル追加して食料生産を向上させましょ。いろんなところに移住させたから、資材のバランス崩れてきちゃってるんだよな。用水路の逆サイドも緑地化してるので農場を広げますです。干ばつ中でちょっとカッサカサになってるからうまいこと微調整しないとだな。ホームレスもいっぱいなので家も建てなきゃ。もともと廃村予定だったのにがっつり町になったな。しばし放置。画面カクカクだな。かなりの時間をビーバーに捧げてるけど、なかなか発展しなくなってきちゃった。だな。んなわけで動画更新遅れてごめんちゃい。しれっと言い訳底下げ工事が終わったのでポンプを追加します。ビーバー増えて組み上げが間に合わないもんな。ニューフォーリンラブ本島と植林島の間の川幅を爆破してちょびっと広げております。確かここを通って左遷現場の方まで水が流れる仕組みになってたよな。ここを広げることで左遷現場の貯水槽へ流れる水の流量がアップします。左遷現場の方もビーバー増えて水の需要が増えてきたな。ニューフォーリンラブで大飢饉が。おいビーバー400匹くらいいるのにどうすんだよ。山城も崩壊しておった。終わった。庶民ビーバー町は知らぬ間に全滅。ビーバー溶けちゃったの？食料はあるけど水がなくなってました。左遷現場や山城裏の町は大丈夫なので、とりあえず避難させてなんとかしましょ。今回は盛大にやらかしちまったようだな。さあ腹ペコビーバーよ、庶民ビーバー町で好きなだけを食べなさい。でもその町水がないぞ。唾でも飲んで耐えろ。鬼かよ。こりゃいかんということで、前回から作ってるザンダム奥を新たな町に。まあある程度施設揃ってるから移住してもやってけるかな？ポンプは未設置だったので作りましょ。貯水槽も忘れずにな。あいよ。ビーバー多すぎっぽいので中身には悪いけど、夜中にこっそり繁殖ポットを止めます。すまぬ中身。新築では溢れてる部分を制御するため堤防工事を始めましょ。そういやそこ溢れたままだったな。左遷現場の端っこが緑地化してるけど使ってなかったので、農場を作成。食料問題の解決に一歩前進だな。デッドスペースに農場追加したりしてますです。地味な作業。ザンダムも食料枯渇。なんということでしょう。山城裏の町なんかも作付けが間に合ってないのでウエルの優先用の農場を追加。今まで適当にやってたところがっつり見直ししなきゃだな。ノーマル難易度を舐めすぎてました。おい。でも改めて見ると植えられてない場所って結構あるみたいだな。常に何かが植えられてて収穫待ち状態になってるのが一応ベストなのかな？まあ効率悪くても農地が広ければなんとかなるかもだし、なんとも言えんな。山城にもベリー植えてみました。食料事情の改善にはなりそうにねえな。てへ。植林島も木材間に合ってるので一部伐採して農場にしましょ。現状伐採が追いついてないみたいだし、ちょうどよかったっぽいな。避難用の町に丸太置き場と家がないのに気づいたのでそれっぽく建設。大飢饉で色々やってるからここの開発うっかり忘れそうになるよな。木の除去が終わった植林島では、農場を川に建てて畑をがっつり作ります。これは結構な収穫量が見込めそうだな。見た目は森林の方が好きだった。諦めろん。避難地域の山に祠を設置。緑地化用の用水路も合わせて作る感じだな。です。難民が居座り続ける左遷現場は、ホームレスが100匹超えてるので家建てましょ。設計考えるの面倒になって適当に建ててやがるな。てへ。なんとかビーバー1000匹は維持できてるけど、なかなか安定しないので繁殖ポットをさらに止めましょ。庶民ビーバー町が干ばつでまた水不足でカッサカサ、湖の底下げ工事しつつ外にポンプを追加します。この程度の湖だと意外と水持たないんだな。はっぱー。建築済みの建物が地味に邪魔だな。まあちょいちょい壊して底下げします。だな。いのー。
地の水。ここの水も枯れて少しじゃがいも枯れちゃったな。ここまで水が流れてくるのに2日かかってるし、無駄があったので排水の水門の微調整とかしました。洪水しないように多めに捨ててたのちょい変更したのかな。そんなわけで色々確認して初期に作った深い貯水槽が多分ない方が良さそうだったので解体します。左遷現場に水堀みたいに作った貯水槽と繋げて、さらにでかい貯水槽にするのな。この方が左遷現場の難民ビーバーが使う水の確保が容易になりそうかな？とりあえずいっぱい水が溜め込んでおけそうな感じがするな。こっそり作ってた深度マーカーで水位を確認。一応前よりも水位高くなってるし、改善されたっぽいな。大幕府の植林エリアがいい感じに成長。あれ？なんで伐採してないんだ？あ、伐採区画の指定忘れてたわ。安定のやらかし。中島くんの農場も拡張できそうだったので、ちょびっと工事しましょ。山城からなら行動範囲切り届くみたいだな。とかやってたら避難村の食料が枯渇。避難先で被災とかかわいそうだな。製粉所の建設が間に合わずパンが作れてなかった。お前またやらかしおって。てへ。左遷現場がまた難民で溢れ返りました。おなじみの光景。一面を小麦からジャガイモに植え替えて、人参畑を拡張しました。区画分けされた臨済式農法っぽい景色が、ただの農場になっちまったな。糸かなし。まあビーバーガリガリにさせるよりはマシだろうが。あい。山城裏の町でもまだ農場を拡張できそうなので、ちょいちょい工事していきましょ。近くに倉庫がないから収穫に手間取ってるっぽいな。近くで保管するか食べる場所に保管するか結構迷うところであります。山城の倉庫周辺も農場にしちゃいましょ。あたおか式倉庫の上にもこっそり農場作ってるのな。製粉所とパン屋も忘れる前に建築予定出しときます。水没したままの倉庫もそろそろなんとかしてやろうな。めんどい。おい。よく見たら左遷現場の小麦の在庫が3000超えてたので、製粉所を追加で建てましょ。基金なのに小麦の管理がッパガバじゃねえか。お恥ずかしい。山城の農場が完成したので小麦を作付け。小麦はパンにすると増えるから食料結構備蓄できそうだな。でも城壁の内側の小麦畑は違和感ありまくり。まあしょうがあるめ。中島くんの農場も伐採終わったので拡張。適当だった部分をしっかり開発したから農地結構増えたな。中島くんのスローライフ終了のお知らせ。おい。ここもギリ行動範囲だったので農場拡張。すっかり大規模農場になって中島くん大出世だな。じゃこんな感じで大飢饉の対応しかできなかったけど、街の様子を見て終わりましょ。今回はちょっと短めだな。うっかりこの後2サイクルほど最後のまとめに使える録画もセーブデータもなかったので、ただのボンミスじゃねえか。やってもうたー。おい。今回壁を取っ払って広くなった貯水槽。結構水少ないな。難民いっぱいの左遷現場と避難地区で使ってるから、干ばつ中はがっつり水が吸われちゃうみたい。奥に城も建てる予定だしちょい改善しないと危ないかもな。いつの間にか全滅させちゃった庶民ビーバー町。新たに住民入れて無事生活できてるみたいでよかったな。湖の底下げしたので、干ばつ中もなんとか湖の水は枯れないで済んでるみたい。でも一部小麦枯れてるし改善の余地はありそうだな。めんどい。こら。左遷現場では広い小麦畑ができました。結構な量の小麦が収穫できそうだな。でも周辺の農家全部収穫優先のままだったり設定は相変わらず適当。一軒くらい植えるの優先にした方が効率いいんだよな。後で直しましょ。そして小麦の製粉が追いついてないので建てた製粉所とハムスター発電。相変わらず難民の数がすごいな。今回出番のなかったザンダム。そういや特に回収しなかったな。こっそりこっちに丸太置き場を移設しました。地味すぎてカットされてた？誰もいなくなった避難地域。あれ？食料枯渇して左遷現場に送ってそのままこっちに戻してないのか？実はやらかしてますがまた次回に。この地区に欠陥があるってことかよ。大幕府のちゃんと伐採されるようになった植林エリア。そういや今回大幕府もいじらなかったな。いのちの水。出番が少なかったからって歌って無理に増やそうとするんじゃねえよ。
久々のポリプロピレンお疲れでございます。すっかり立派な農場になった山城裏の町。だが倉庫がないので収穫はできない。そうでした。改善しなきゃだな。緑の芝生が一部小麦畑になった山城。パン屋も乱雑に建てちゃったから煙が至るところで出てるな。見た目が微妙な感じがする。まあ生産状況が安定したら納得するまで作り込めよ。あえよ。そして絶賛回収中の中島くんの農場。立派なのができるといいな。じゃこんな感じで今回はここまで。面白かった続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。今回は大飢饉の調整だけで終わっちゃったけどそのうち発展するかもだから気長にお待ちくださいなんだぜ。では、またお会いできることを願って。またねー。